今夜のベストハウスは、はい、時に来た悲劇の人生崩壊スペシャルでございます。私、香港がプレゼンするのはこれだ。時代を作った一人のロックスター、名声と同時に手にしたその資産、推定20億円。その溢れんばかりの金を男はたった一つのことに注ぎ込んだ。それは美容整形だが、男を待っていたのは恐怖のジェルが引き起こした整形失敗。顔面は崩壊、醜く腫れ上がった唇からとめどなく膿が噴出。ついには生死の境をさまよう羽目。世界を熱狂させ、富と名声を手に入れた男に襲いかかった悲劇。恐怖のジェルで転落した華麗なるロックスターの超スキャンダラスな人生をご覧いただこう。お騒がせセレブシリーズ、止まらない顔面崩壊、危険なジェル注入で地獄を見たロックスター、ピート・バーンズ。1980年代、世界を熱狂させたロックバンドデッド・オア・アライブのボーカリストだ。セクシーで男性的な歌声に妖艶な女性的ルックス、ピートの輝きは世界を虜にした。全世界で2000万枚ものアルバムを売り上げ、17カ国でヒットチャート1位を獲得。その中心に君臨したピートは紛れもなく大スターだった。有り余る富と名声をその手にしたピート。足りないものなど何一つなかった。だがある日を境に彼は美容整形に没頭していく。ピート・バーンズに何があったのか。1959年、ピート・バーンズはドイツで生まれた。生まれつき整った顔立ちの美少年だったのだが、思春期を迎えるとピートはその自分の顔が気に入らなくなった。どうして僕はこんなに醜く生まれたんだ。もっと綺麗になりたい。間違った姿で生まれた。彼の容姿に対する価値観は違っていた。外に出ることすら怖くなった。嫌だ、みんなの前に出たくない。こんな顔じゃきっと笑われる。自分の顔がどうしても好きになれない。ピートは毎日のように夜になると自分の部屋にこもり、今日の僕はとっても綺麗だ。絵の具を使ってメイクを施す。男も女も超越した神のような美しさを追い求めていた。そんなピートに転機が訪れたのは1977年。18歳でロンドンに移り住んだピートは人生を変える衝撃に出会う。当時イギリスを席巻していたパンクロック、セールスなどにとらわれない奇抜なファッション、自由奔放なライフスタイル。ピートはたちまちその虜になった。これが僕が待ち望んだ世界だ。ここならもっと美しくて華やかな自分になれる。こうしてピートはロックバンドを結成。それがデッド・オア・アライブだった。男女の性を超えたピートの怪しい魅力に世界が見せられた。大ブレイクしたデッド・オア・アライブはモンスターバンドに急成長。莫大な富をつかみ取ったピート。ついには3億円もの大豪邸を手に入れた。その豪邸にミュージシャン仲間はもちろん、俳優やモデルなど有名人を招いてはパーティー三昧。ピートは常にその中心にいた。そして彼の美意識はますます研ぎ澄まされる。ねえピート、今夜は私と楽しまない？
おいおい、遊ぶのは僕だよ。もっともっと楽しくなれるよ。オッケーオッケー。じゃあ3人で楽しもう。男でも女でもピートはとにかく美しいものを愛した。だがそんな彼に運命を変える言葉が投げかけられる。ねえピート、あなたもう欲しいものなんてないんじゃない？君はお金も名声も手に入れた。それに何より美しい。もし僕が君ならいつ死んでも悔いはないよ。何気ない一言だった。だがピートの心は揺れた。そうだ、まだ手に入れてないものが一つある。いくら化粧しても私の素顔は醜いまま。顔そのものが美しくなければ完全じゃない。遺伝なんかに負けていいのか。間違った姿で生まれた。幼い頃のコンプレックスがよみがえった。1985年ピートはついに整形手術を決意。先生、私の顔を美しくしてくれ。私はもっと美しくなきゃいけないんだ。ピートが最も嫌がったのが大きく男性的な鼻。この鼻を骨を削ることでより女性的な鼻にしたかった。ピート・バーンズの転落人生はここから始まった。最初の整形直後の写真がある。これだ。1、2、3。これが整形直後のピート・バーンズ。鼻筋がすっきりした様子がお分かりだろうか。気づかないほどの些細な変化だった。だが思いは鼻だけにとどまらなかった。これも私の作品。自分の顔でアートを作ってみせる。先生、この方もっと高くして美しくしたいんだ。唇ももっとふっくらとしてくれないかな。もっとセクシーに。歌うとおでこに醜いシワが寄るんだ。取ってくれないかな。ピートの要求はどんどんエスカレート。気になる箇所は何度でも整形。歌で手にした金のほとんどを注ぎ込んだ。ピートは当時歌を歌う時目に必ず眼帯をつけていた。実はそれは整形手術で腫れ上がった顔を隠すためのもの。ところがファンはそれを彼独特のファッションと崇め、眼帯はいつしか彼のトレードマークになっていた。コンサートで世界を回る陰で理想の顔を作る整形手術を繰り返す。それがピートの全てだった。そして初めての整形から10年、繰り返された美への追求がピートに思いもよらない変貌をもたらしてしまう。これだ。1、2、3。以前の妖艶な美しさを持ったピート・バーンズは消え失せた。鼻はより細く、頬は大きく盛り上がり、唇は倍ほどの厚さに。顔全体のバランスは完全に崩れた。ところが理想の顔作りへの思いはさらに加速。もっともっと唇に膨らみをつけてセクシーにしたいんだ。セクシーに。実はあなたの望みを叶えるうってつけの素材があるんですよ。試してみますか。担当医が提案した方法。それはコンタクトレンズの材料にも使われる化合ジェルを唇に注入し膨らませるという方法だった。体内に吸収されるコラーゲンやヒアルロン酸などとは違い、唇の形が半永久的に維持できるため理想的な整形法だと説明された。ジェルの効果は抜群。唇はより一層セクシーになった。素敵だ。これこそ理想の唇だ。だが数週間後、おかしい。しぼんでいる。
なぜかジェルの効果が消え唇が元に戻っていた。先生、唇が変なんだ。一体どういうことだ。詰め寄るピートに医師はこう答えた。おそらくジェルが体内に吸収されてしまったんだと思います。でもこのジェルは安全ですから、もう一度注入しましょう。ジェルは体内に吸収されないはずだった。だが医師の言葉を信じ注射を繰り返した。すると、なんだこれは。唇に豆のような硬いしこりができていた。そしてこれが恐ろしい異変の始まりだった。肉菓子。それは侵入した排除できない異物を肉の塊で包み、ダメージを減らす体の防御反応。明らかに注入し続けたジェルが原因だった。担当医の完全な誤信。そしてこの肉菓子がピートを地獄に引きずり込む。2004年2月早朝、焼けるような痛みが唇から全身に走った。正体を確かめようと鏡の前に立ったピートが目の当たりにしたのは、あまりにも変わり果てた自分の顔だった。その実際の写真がこれだ。1、2、3。この世のものとは思えないほど腫れ上がり変色した唇。大量の海が噴き出していた。美しかったかつての顔はどこにもなかった。あとはただれた顔に悲鳴を上げる化け物の姿。顔面は完全に崩壊した。ピートはすぐに集中治療室へ。そこで医師が下した診断は恐るべきものだった。ジェルの大量注入でできた肉菓子が可能。唇だけでなく顔全体に広がっていた。さらにその一部は腎臓にまで侵入。重度の腎不全を引き起こしていた。全身を肉菓子に侵されたピートは死の一歩手前の状態だった。応急処置によって一命は取り留めた。だがすぐに全ての肉菓子を体から取り除かなければなりません。しかし肉菓子を切り取れば顔に一生変形が残ります。もう人前には出られない。それは美しさを求めすぎた大きな代償だった。肉菓子を取り除かなければ命に関わる。ピートはある名医の噂を聞きつけイタリアへ向かった。彼が出会ったのは再生医療のプロフェッショナル、整形外科医ジョバンニ・フェランド。喋ることすらできないピートにフェランド医師は諭すようにこう言った。ピートさん、あなたは人生を急ぎすぎた。だからこれからはゆっくり治していきましょう。ピートの長く苦しい戦いが始まった。フェランド医師は無数の肉菓子を根気強く一つずつ取り除いていった。それはベテランの医師でさえサジを投げたくなるような地道な手術だった。最もひどい状況だった上唇はその一部を完全に切除。なんと一旦下唇と縫い合わせ皮膚組織が定着してから再びメスで切り分け唇を作り直した。ピートの顔面再生手術は実に100回以上も行われた。縫い合わされた唇がその壮絶さを物語る。かかった費用はおよそ1億円。そのためにロックスターとして得た金は底をつき3億円の豪邸も売却。ミュージシャンの命である楽曲の著作権も全て売り払った。ピートは
全財産を失った。歌うことはもちろん喋ることもできない。食事も小さな穴から流動食が流し込まれるだけ。華やかなロックスターからの転落、深い絶望感に襲われた。睡眠薬を飲み自殺まで図る。そんな生きる望みの瀬戸際で再生手術は実に1年半にも及んだ。そしてついに包帯を解く日がやってきた。落ち着いて自分の顔を確かめてください。そこには以前のピートからは想像もつかない顔がある。当時の実際の写真が残されている。これだ。ワン、ツー、スリー。衝撃の顔面にスタジオ騒然。1年半もかかった顔面再生手術。その直後の実際の写真がこれだ。ワン、ツー、スリー。妖艶なピートはどこにもいない。整形失敗の代償はあまりにも大きかった。だが失意のピートにフェランド医師はこう語りかけた。あなたの顔が元に戻ることはもうないでしょう。でもあなたには大切なものが残っています。なんだかわかりますか？歌です。あなたにはまだ私たちを夢中にさせた歌が残っています。希望を捨てないでください。そうだ、私はロックスター、デッド・アライブのピート・バーンズなんだ。神様が私にくれた歌でもう一度返り咲いてみせる。復活を誓うピートだが、その頃世間はロックスターピート・バーンズなど完全に忘れていた。なんだあの顔、化け物だな。見てられない、気持ち悪い。街を歩けば化け物のように扱われた。富も名声も全て失った。だが希望だけは決して捨てなかった。私には歌がある。過去のヒット曲を口ずさみ、まだうまく動かせない口のリハビリに励んだ。ロックスターとして復活するため。そんな生活を続けていたある日、ついにチャンスが訪れる。テレビ局からの電話、番組への出演依頼だった。ピートさん、整形手術で大変な目に遭われたそうですね。我々はそんなあなたに大変興味を持っています。どうです？うちの番組に出ませんか？顔面崩壊したかつてのスターを見せ物にする、そんな意図がむき出しの依頼だった。だがぜひ出演させてください。その代わりお願いしたいことが2つあります。一つは衣装、着るものは私に選ばせてください。もう一つ、絶対に歌わせてください。今のありのままの姿で歌を歌いたいんです。まだ後遺症のため会話をするのも辛い状態だった。だがピートは再びロックスターに返り咲くため出演を決意。そして本番が始まった。スキャンダラスなロックスターの末路を一目見ようと興味本位の観客が数多く集まった。お待たせしました。ピート・バーンズです。なんとリムジンで乗り付けたピート。その姿に観客は度肝を抜かれた。さらなる変貌を遂げ衝撃の復活を果たした伝説のロックスターピート・バーンズの姿をご覧いただこう。これだ。ワン、ツー、スリー。
ゴージャスに着飾りレッドカーペットに降り立ったピート。その姿に大歓声が上がる。大スターの面影はみじんもない。だがその変身ぶりに人々は息を飲んだ。さあかつての大ヒット曲を熱唱、全盛期を彷彿とさせる妖艶な歌声で観客を魅了した。この捨て身の出演に世界が大注目。顔面崩壊から復活した奇跡のロックスターとしてピートは再びその名を轟かせた。復活後に出したニューアルバムはなんと全英チャート5位にランクイン。凄みを増したアーティストとして新たな道を歩んでいる。顔面崩壊で一度は全てを失いながら奇跡のカムバックを遂げたピート・バーンズ。その強烈なキャラクターと妖艶な歌声で今も世界中を魅了している。